時は来た。フィグマベルセルクよりドクロの騎士デラックスエディションの紹介ではない。今回はレビューではなくて、ただただこの商品と向き合うだけ。よし、では開けていくぜ。これは引き出すのね。これね、俺も初めて見ますからね。さあしゃ。ちょっと待てよ、これは。うわ、ちょっと待ってくれ。どっから開けるんだこれ。上か。よしよし、さあ行きますよ。よいしょと、あれ引っかかってる。よし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 。うわ、これはすごいな。ちょっとこれはやばいぞ。よし、ではね、中身の方すべて取り出していこう。はい、取り出しまして、まずドクロの騎士本体から見ていく。いやはや言葉を失いますね。各部造形塗装、そしてこのプロポーション、どこをどう見ても完璧すぎる。いや、素晴らしいですね。すいません、一応言っときますけど、自分ね、数ある漫画の中でベルセルクがダントツで一番好きなんです。なのでベルセルクのフィギュアをレビューするときに関しましてはバイアスかかりまくりまクリスティなんで、冒頭で言った通りレビューとしては参考にならないことを言わせていただく。鎧はイメージ通りウェザリングが施されたくすんだシルバーで再現。いや涙出そうですね、これは本当に。頭部を見てみよう。前頭部にある角なのか王冠なのか、それらを模したような特徴的なスカルヘルムを完璧に再現。横から見ても形状的に違和感は全くない。こうやって改めて立体物で見ると、このスカルヘルムそのものが顔と錯覚してしまうが、側頭部にあるこのモールドを見ると、兜であることを想起させる。そして全身シルバーとブラックで配色されている中、兜の奥で怪しく、そして美しく光る装帽、綺麗に塗装されている。これ別パーツなのかな。やはりこれは鎧兜ではなく体の一部と化しているのでしょうか。この襟に当たる部分、この名称わかりませんが、やたらめったらかっこいい箇所、角のような衣装、ここもしっかりと再現されているんですが、ここ結構鋭利なプラ製なんで、頭部動かす時とか先っちょがね破損注意。肩アーマーは別パーツで稼働の妨げにならなそう。この大きめなのがまたいいですね。胴体、さっきも言った通り、これ肉体と融合しているのか。肋骨を模したようなまさにスケールアーマーを装備。腰当てね、これ留め具、小さくて細かいんですけどしっかりと塗り分けされていますね。そして背面、これね、脊椎の造形がすごいんですね。背面なのにこのいかつい作り込み、そんな背面にあるマント、布製でところどころ破れてほつれた造形、針金が両サイドと中に2本仕込まれているので、躍動感あるポーズをつけるときに役に立つ。武器として使えそうなこの攻撃的な小手、何から何までかっこいい。下半身、ニーパッドやつま先を見ると鎧をまとっていることがわかりますが、それ以外の部分は有機的な造形。何度も言いますけど、やはりこれは鎧ではなく肉体なのか、もしくは鎧と融合しているのか。ガッツの未来の姿とは思いたくはないが、可動範囲、まずは頭部、さっきも言ったんですけど、この襟にある角の先っちょがね、とんがっているんで破損が怖いですね。上はここまでいけて、うつむきがここまでかな。で、襟が干渉するんでぐるりと一周はできませんけども、これぐらいの
可動域はありますね。上半身、肩及び腕、まず肩アーマーなんですけども、接続箇所はここにあるので、これぐらいの可動域がありまして、腕横へはここまでいけて、ぐるりと一周はできませんね。ここまでいけるかな。バタフライ機構があって、これぐらいの可動域。二の腕バイセップスがあって、一周はどうだろう、できないかな。肘二重でここまでいけて、手首はこのような可動ですね。胴体接続箇所は胸とお腹と腰の3箇所、おそらくそれを踏まえて後ろへはこううつむきこうで、胸でこのように動き、お腹でこのように動き、そして腰でもこのように動きますね。ぐるりと一周はできないかな。下半身の可動行く前に一つ注意点。足を前に動かそうと思ったら、この腰アーマーが留め具部分から外れましたね。これ破損ではなくて、あくまで外れただけなので、修復は容易に可能です。でね、この留め具が非常に小さいので、噴出注意。そういった意味では、足前は、ちょっと腰アーマーを上げつつやると、ここまでいけるか。もうこの時点で腰アーマーに結構テンションかかっていますけども、これぐらいか、もうちょっといけるのか。でこれぐらいで股割りがここまでか、もうちょっといけるか。これぐらいできて、足の付け根でこれぐらい動き、膝が二重のここまでで、足首後ろへはこうで、前はこうで傾き取れて、つま先角はこれぐらいありますね。で、今回 Figma ということで一つ懸念点があって、最近レビューした同じく Figma のスネーク、こいつの胴体の関節が非常に緩かった。これ今ね、ボールジョイントにビニールかまして補強してあるんですがね、そういった意味では今回のドクロの騎士、大丈夫でした。腕の付け根や肘及び膝、そして股関節、どの部分も非常に硬かったですね。ただそれらと比べると、この胴体若干緩いかなと思わなくはないんですが、関節の緩みにシビアな自分から見ても許容範囲ですね。付属品いきましょう。まずは剣。頭身及び全体の塗装が綺麗ですね。ガード部分、茨のような造形をしっかりと再現。グリップ上部には意味ありげな赤い意匠が施されている。柄の部分、ハンドパーツと一体となったものが付属しており、いちいち持たせる手間が省ける。この仕様は個人的にめっちゃ好きですね。剣を持たせるとこんな感じ。刀身に傷が造形されていて、刃こぼれしているように見えるんですが、作中での切れ味は凄まじいもの。並の人なら温かいバターをスライスするがごとく一撃両断。こちらはヒーターシールド。これまた質感が素晴らしいですね。中央にはバラの文様があしらわれ、花びらの部分が赤く塗装。裏は腕部とベルトが一体になっており、ここも剣道用ね、いちいちつけたり外したりする手間が省けるので遊びやすい。装備させるとこんな感じ。正面から見て、左上が欠けているのは破損によるものなのか、便宜上あえてなのかは不明。そしてこちらは作中、世界をとんでもない方向に導いてしまった呼び水の剣。刀身はその名のごとく水色のクリア。表面には溶けたベヘリットであろうものがしっかりと造形されている。ガード部分の茨は伸び散らかっていますね。通常の剣同様、柄の部分が取り外せるので持たせるとこんな感じ。作中メインヴィランであるゴッドハンドたちをかの渦へ葬らんがため、自身がベヘリットと呼ばれる卵をカんと体内に取り込み溶かし、この剣を曲芸よろしく飲み込み、刀身に溶けたベヘリットをまとわせたドクロの騎士の切り札。その切れ味は次元を切り裂き空間移動を可能にする技物中の技物。そして各種ハンドパーツ。握り手と、これは手綱を握る手首かな。そして開き手が左右分。
ではでは次に、ドクロの騎士が騎乗する黒馬を見ていこう。主人同様、馬の骸骨を模した鎧をまとう。これかなり大きくて、迫力満点ですね。これ大きさどれぐらいだ？この状態で測ってみると、センチで言うと位置を合わせた場合、耳のあたりでだいたい 16.5 センチかな。で、幅は尻尾から鼻先まで、ここもだいたい25センチか。尻尾とか首とか頭稼働するんで、その辺の変化はありますけども、いつものやつと比較してみるとこんな感じですね。フィギュアーツの仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。頭部を見てみると、兜はこれまた主人に倣って馬の頭蓋をかたどったようなものを着用。ピコンと出てるお耳が可愛い。赤く光る僧帽も主人同様ですね。かっこいい。手綱が2本付けられていて、これなんで2本なのかは自分詳しくないので分かりませんが、そのうちの1本は手綱カバーで、これは布製ですね。で、頸椎部分、たてがみをあしらったようなもので鎧われている。胸部はハーピーをかたどったような鎧。これハーピーの顔の造形が素晴らしくて、不気味でかっこいいですね。胴体やお尻もスカルアーマーで鎧われていて、あぶみを吊るす紐はリアル。アーマーの下にはマント。これも布製。お尻のアーマーにはドラゴンのようなものをかたどった装飾がなされている。これ初めて知りましたね。こんなのあったんですね。で、胴体のアーマーのこの部分に穴がうがってあるんですけど、ヒールドから腕を取り外して、このようなジョイントが付属するので、これをシールドに取り付けてあげて、ここを先ほどのアーマーの穴に取り付けてあげると、このようにシールドをマウントできる。可動範囲、まず頭部、上はここまでいけて、下へはこうで、傾きはほぼ取れないかな。で、首の付け根、ここはボールジョイントですね、おそらく。上はここまでいけて、うつむきここまでいけて、このようにぐりぐり傾きは取れますね。前足の可動、マントをめくるとこのようになっていて、この血管の造形いいですね。ナイスバスキュラリティ。で、接続箇所は足の付け根と膝と足首ですね。で、前はここまでいけて、後ろへはここまでいけて、膝がここまで曲がり、足首はここまで曲げて、で、股割りはここまでできますね。後ろ足、前はここまでいけて、後ろへはここまでいけて、膝は前はこうで、後ろへはここまでで、足首はこれぐらいですね。で、後ろ足の股割りはここまでかな。で、尻尾がこのように稼働しますね。ではいよいよドクロの騎士を黒馬に騎乗させてみよう。手順は何でもいいんですけども、まずハンドパーツを手綱用に変えて、このようなジョイントが付属します。これをまず鞍を取り外して、鞍に穴がうがってあるので、先ほどのジョイントを取り付けてあげて、ここにドクロの騎士にも穴が開いているので取り付けて、で、位置を合わせて騎乗させる。騎乗させるとこんな感じ。まだですよ、まだですよ。このお馬さんの足の関節の保持力がかなりあるので、これでも安定してはいるんですけども、やはりね、ここはディスプレイ用スタンドを使いましょう。これとこれ、つなぎ合わせて、この部分をお馬さんに取り付ける。馬を走らせるようにディスプレイ。先っぽが濡れるほどかっこいい。痺れるぜ、これマジで。いやー。作中よりもほんの数ミリ馬が小さく感じないこともないですけども、まあね。いや
めちゃくちゃかっこいい。剣と盾を装備させて殺戮の宴に武力介入だ。ドクロの騎士の人外な強さに倣い、この黒馬の方も尋常ならざる機動力を有す。地球の物理法則を無視するがごとくのスピードと跳躍力。まさに人馬一体。ドクロの騎士のサイズ比較。両サイドにあるのは今回紹介しているドクロの騎士と同シリーズのフィグマですね。左にあるのがガッツ黒い剣士バージョン。右にあるのが強戦士の鎧バーサーカーモード。そしてこちらの両サイドにあるのはバンダイ SH フィギュアーツのガッツ各種。この強戦士の鎧、かつてドクロの騎士がまとっていたものらしいんですが、いかなる経緯でスカルアーマーに変えたのか。俺にその真実を知れる日が来るんでしょうかね。やはりこいつを並べないわけにはいきますまい。ドクロの騎士の宿敵の一人、バンダイ SH フィギュアーツのゾッドですね。いやー、こんな高クオリティアクションフィギュアで2つを並べれる日が来るなんて、なんだろうね。夢みたいだ。なるほど、スタチューでは超高クオリティなものあったさね。でも俺はポーズつけて遊びたいんだよ。それにスタチューは高い。今回の商品ね、定価で2万円しないですからね。このボリュームとクオリティでよ。まあその辺の金銭感覚は個人差あるんで、高いか安いかはね、人それぞれだろうけどさ、俺ね、うまく立ち回って、某有名店のみやみやで1万3000円くらいで購入できましたからね。いやーもう何回も言わせてくれ。かっこいい。もうたまらんマジで。いやーしかしね、正直自分、三浦先生が亡くなってからベルセルク読んでないんですよね。まあネットショッピングの欲しいものリストには入れてあるんで、いつか買おうとは思っているんですがね。ベルセルクを読み始めてからかれこれ、25年以上は経ちましたか。初めて読んだ時の衝撃と感動と、なんて言うんですかね、形容しがたい感情に陥ったのを昨日のように思い出しますね。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。いや、めちゃめちゃ楽しかった。バイビー。